ブラジルで実際に起きた話です。舞台は南米最大の都市、ブラジルのサンパウロ。あの夜のことは今でも忘れることができません。私は親友の家を訪ねました。久しぶりの再会で気持ちは弾んでいました。ドアを開けた友人はいつも通りの顔をしていました。笑顔も仕草も何もかもが彼女らしいものでした。でも何かがおかしかった。部屋に入った瞬間、空気が変わりました。言葉では説明できない重さ、肌に張り付くような冷たさ。サンパウロの夜は蒸し暑いはずなのに、その部屋だけが凍りついたように静かでした。私が振り返った時、友人がこちらを見ていました。でも、その目がおかしかった。瞳孔が丸くない、縦に一直線に裂けていたんです。まるで爬虫類のような、あの瞳。そして彼女の口が開きました。声が出てきました。でも、それは彼女の声じゃなかった。あの明るくて柔らかい声が消えていた。代わりに聞こえてきたのは、低く、重く、地の底から這い上がってくるような男の声でした。3オクターブは下がっていた。そう確信しました。その声が静かにこう囁いたんです。お前はここにいてはいけない。体が動きませんでした。足が床に縫い付けられたようでした。息の仕方すら忘れていました。翌朝、友人は全てを忘れていました。あの夜、自分が何をしたのか、何を言ったのか、一切覚えていなかった。あの目は、あの声は、一体何だったのか、答えはまだ出ていません。この体験が起きるまで、私の日常はごく普通のものでした。次は、あの夜に至るまでの私の日常からお話しします。私の名前は、ケンジと言います。当時、私はブラジルのサンパウロに住んでいました。2026年の春のことです。IMG、昼下がりのサンパウロの街並み、賑やかな路上、日差しが強い。サンパウロは巨大な都市です。人口は2000万人を超えます。街の喧騒は昼も夜も止まることがありません。私はそこで語学留学をしていました。毎朝、決まった時間に起きて、近所のカフェでコーヒーをいっぱい飲んで、語学学校へ向かう。そんな穏やかな日々を送っていました。IMG、語学学校の教室。窓から差し込む光、ノートを広げる手元。その日も何も変わらない一日でした。授業は午前中に終わりました。昼食をとって少し街を歩いて、夕方にはアパートへ戻っていました。夜、スマートフォンにメッセージが届きました。送り主は友人のひろきでした。今夜、うちに来ないか、久しぶりに話したい。そう書いてありました。IMG、スマートフォンの画面、メッセージの通知、薄暗い部屋。ひろきとは日本にいた頃からの友人です。偶然にも同じ時期にサンパウロへ渡っていました。互いに異国の地で心強い存在でした。断る理由は何もありませんでした。私は軽い気持ちで返事を打ちました。わかった。すぐ行く。IMG、夜のサンパウロの路地。街灯が照らす石畳。人通りの少ない道。ひろきのアパートは、私の部屋から歩いて10分ほどの場所にありました。夜風が少し湿っていました。どこかで犬が吠えていました。空には星が一つも見えませんでした。今思えば、あの夜の空気は最初からどこかおかしかったのです。けれど私は何も感じていませんでした。ただの友人の家への何でもない訪問だと、そう思っていました。あの夜に何が起きたのか。次は、その最初の違和感からお話しします。友人の家の前に立ちました。インターホンを押す前に、私は少し立ち止まりました。理由はわかりませんでした。ただ、足が少しだけ止まったのです。ドアの前の空気が妙に重かった。ブラジルの夜はいつも蒸し暑いものです。でも、その夜の重さは湿気とは少し違っていました。何か別のものがそこに混じっているような、そんな感覚でした。私は首を振ってインターホンを押しました。しばらくして友人が出てきました。笑顔でした。いつものあの笑顔でした。何もおかしくない。普通の夜のはずでした。部屋に上がると最初に気づいたのは匂いでした。
何か焦げたような、土が雨に濡れたような、その二つが混ざったような、奇妙な匂いが部屋の奥から漂ってきました。何か焦がした？そう聞くと、友人は首を傾けて言いました。何もしてないよ。と、私はそれ以上聞きませんでした。気にしすぎだと思いました。古い建物だから、どこかから何かが流れてくるのだろうと、そう自分に言い聞かせました。次に気づいたのは温度でした。外は蒸し暑い夜でした。なのに部屋の中は消えていました。エアコンが入っているわけでもなかった。窓も閉まっていました。それなのに、ひんやりとした空気が足元から這い上がってくるような感覚がありました。寒くない？そう聞くと、友人は不思議そうな顔をしました。全然、むしろ暑いくらいだけど、と、私だけが感じていた。その冷たさを、その時私はまだ何も疑っていませんでした。自分の体の調子がおかしいのだと、疲れているのだと、そう思っていました。でも、今になって振り返ると、あの冷たさは警告だったのかもしれません。私に向けられた何かからの静かな警告。友人はお茶を入れてくれました。私たちは他愛のない話をしました。笑って、話して、普通の夜のように。でも、部屋の奥の暗がりが気になって仕方がなかった。視線を向けると何もない。目を離すとまた気になる。その繰り返しでした。そして、しばらく経った頃、友人がふと黙りました。話の途中で、急に目がどこか遠くを見ているような、そんな表情になりました。どうしたの？声をかけました。友人はゆっくりと私に視線を戻しました。そして次の瞬間、私は確かに見たのです。友人の目が変わりました。それは一瞬の出来事でした。瞬き一つ分のほんの短い時間。でも私にははっきりと見えました。瞳が細くなったのです。丸いはずの瞳孔がまるで獣のように縦に一直線に、声が出ませんでした。喉が急に締め付けられたように、息がうまく吸えない。友人はそのままこちらを見ていました。笑っていません。怒ってもいません。ただ、じっと何かを測るように部屋の空気が変わりました。さっきまであった暖かさがすっと消えた。肌に冷たいものが触れるような感覚。友人の口がゆっくりと開きました。声が出ました。でも、それは友人の声ではありませんでした。低い、とても低い、まるで地の底から這い上がってくるような重い声。同じ人間の口から出ているとは思えませんでした。私は体が動かなくなりました。立ち上がろうとしても足に力が入らない。逃げなければと頭では分かっているのに、体が言うことを聞かないのです。その声は静かに、確かに、こう言いました。お前はここにいてはいけない。日本語でした。なぜか、はっきりとした日本語で、友人はブラジルで育ちました。日本語は、ほとんど話せないはずでした。それなのに、部屋の奥の暗がりが、さらに深くなったような気がしました。何かが、そこに、いるような、ずっとそこで、私たちを、見ていたような、友人の瞳が、また動きました。今度は、ゆっくりと、まるで、何かが中に入り込もうとしているかのように、次の瞬間、私はついに、直接触れることになりました。友人の目が、私を見ていました。いいえ、正確には違います。友人の顔をした、何かが、私を見ていました。瞳の形が、変わっていました。黒目の中心が、細く、縦に、一本の線のように、収縮していました。人間の目では、ありませんでした。猫でも、爬虫類でも、ない、もっと、古い何かの目でした。私は、息を止めていました。体が、動きませんでした。逃げなければ、と思う気持ちと、目を離してはいけない、という本能が、同時に私を縛り付けていました。その瞬間でした。友人の口が、ゆっくりと、開きました。あなたの名前、知っている。日本語でした。完璧な、日本語でした。友人はブラジル育ちです。日本語は、ほとんど話せません。簡単な挨拶すら、いつも照れながら間違えていた、あの友人が、です。なのに、その声は、流暢でした。
滑らかでした。そして、低かった。まるで地の底から這い上がってくるような、重く、冷たい声でした。私の名前を、呼びました。フルネームで、一度も、友人に教えたことのない、下の名前まで、正確に、全身の毛が逆立ちました。なぜ、知っている、声に出そうとしましたが、喉が動きませんでした。口が、開きませんでした。友人の顔をした何かは、微笑みました。笑顔でした。でも、目だけが笑っていませんでした。あの縦に細い瞳が、ただ静かに、私を観察していました。ずっと見ていたから、そう言いました。背筋が、凍りました。ずっと、とは、いつからです。今夜だけではない。もしかして、もっと前から、日本にいる時から、すでに、その考えが頭をよぎった瞬間、恐怖が形を変えました。この部屋だけの話ではない、と気づいたのです。帰っても、終わらない、日常に、もう、入り込んでいる。帰国しました。サンパウロから、日本へ、飛行機の中で、ずっと窓の外を見ていました。雲の上でも、あの縦に細い瞳が、頭から消えませんでした。家に戻ると、まず全部の電気をつけました。リビング、廊下、寝室、トイレ、暗い場所を、一つも作りたくなかった。でも、何かが、おかしい。部屋の空気が、重かった。まるで誰かがさっきまでそこにいたような、そんな温度の残り方をしていました。気のせいだ、と思おうとしました。長距離フライトで疲れているだけ。と、でも体が、正直でした。その夜、夢を見ました。暗い部屋の中に、私が立っていました。でも、壁が、ない、床だけがあって、どこまでも続いている。遠くから、声が聞こえました。低い、重い、あの声です。まだいる。そう言いました。目が覚めました。午前3時でした。息が、上がっていました。汗が、冷たかった。天井を見上げると、電気が、ついていました。確かに消して寝たはずなのに、翌朝、友人にメッセージを送りました。あの夜のことを、もう一度聞きたかった。でも、既読がつかない。1日経っても、2日経っても、返事が来ませんでした。その代わり、3日後に1件だけ、メッセージが届きました。あの夜のこと、聞かないで、それだけでした。私は画面を、しばらく見つめていました。これは友人が送ったのか、それとも、あの時友人の中にいた何かが、今も、そこにいるのか、わからない。でも一つだけ、確かなことがあります。これは、もう、ブラジルの話ではない。今、ここにいる。私の日常の中に、すでに、入り込んでいる。次に浮かんだ疑問は、もっと深いところに届きました。あれは、一体、何者だったのか。あれは、何者だったのか。私はその問いを、何週間もの間、頭の中で繰り返していました。友人の声が変わった瞬間、瞳が、縦に細く裂けた瞬間、そして、あの囁き、お前は、ここにいてはいけない。あれは、友人の言葉ではなかった。私には、もうはっきりとわかっていました。では、何が、友人の中にいたのか、手がかりを求めて、私はブラジルの民間伝承を調べ始めました。サンパウロに住む研究者の書いたものを、片っ端から読みました。そこで、ある記述にたどり着きました。ブラジルの奥地に伝わる存在、名前を持たない、古い霊、それは人間の肉体を一時的に、借りる、と言われています。声を低く変え、瞳の形を変え、そして、その人間が本来知るはずのない言葉を語る。特徴的なのは、その目的です。それは、害を与えに来るのではない。警告を、しに来る。私はその文章を、何度も読み返しました。警告。あの夜、友人の口から出た言葉は、確かにそうでした。いてはいけない、という言葉は、脅しではなく、むしろ、私を守ろうとしていたのかもしれない。では、何から、何が、あの場所に、あの夜、いたのか、そして、もう一つの疑問が、静かに浮かび上がりました。なぜ、私だったのか、友人ではなく、その場にいた誰でもなく、なぜ、その存在は、私に向かって語りかけたのか、調べを続けるうちに、一つの共通点が見えてきました。その存在に警告を受けた人々には、ある共通した背景があると言われていました。それは、過去に、死に触れた経験を持つ者、失った記憶を、
まだ心の奥に抱えているもの、私には思い当たることがありました。幼い頃のことです。詳しくは、まだ話せません。ただ、私の中には、自分でも気づかないうちに、何かが残っていたのかもしれない。その存在は、それを感じ取っていた。だから、私を選んだ。だから、あの夜、友人の口を借りて、私だけに囁いた。これは偶然ではなかった。あの夜、あの部屋で起きたことは、最初から、私のために起きていた。その確信が、胸の奥に、静かに根を張った瞬間、私は震えました。恐怖ではありません。もっと深い何か、それが何なのか、言葉にできないまま、私はある決断をしました。その存在と、もう一度、向き合わなければならない。正面から、逃げずに、次回、最後の対面が、始まります。もう一度、あの部屋に戻ることにしました。逃げることは、できませんでした。あの声が、あの瞳が、ずっと頭から離れなかった。友人の口を借りて、私だけに囁いたあの言葉。ここにいてはいけない。なぜ私だけに、なぜあの夜に、その問いへの答えを、どうしても確かめなければならなかった。ブラジル、サンパウロ。あの夜から3日後、私は再び、友人のアパートの扉の前に立っていました。ノックしました。1度、2度、静寂、3度目を叩こうとした瞬間、扉が、内側からゆっくりと開きました。友人が立っていました。表情は穏やかでした。いつもの友人の顔でした。しかし、私は気づいていました。目の奥が、違う。光の入り方が、違う。来ると思ってた。友人の声でした。でも、どこか低く、どこか遠く、響きました。部屋に入りました。窓は閉め切られていました。空気が重かった。まるで、何かが層になって積み重なっているような、そんな圧力がありました。友人は椅子に座りました。私もその正面に、座りました。沈黙が続きました。そして、それは起きました。ゆっくりと、でも、確実に、友人の瞳が、細くなっていきました。縦に、まるで爬虫類のように、縦に細く、細く、声が変わりました。3オクターブ。一瞬で、低く沈んだ。なぜ、戻ってきた。それは友人の声ではありませんでした。でも、私は逃げませんでした。震える手を膝の上で握りしめ、まっすぐに、その瞳を見つめました。あなたは誰ですか？問いかけた瞬間、部屋の空気が、凍りました。長い沈黙。そして、その存在は、わずかに微笑みました。友人の顔で、友人ではない何かが、次回、その答えが、語られます。あの夜から、何かが変わりました。目に見えるものではありません。でも、確かに、何かが、友人は、翌朝目を覚ました時、何も覚えていませんでした。私がそこにいたことも、部屋の空気が凍りついたことも、低く沈んだ声のことも、すべてが、消えていました。友人の記憶の中から、まるで、最初からなかったかのように、私は何度か、話そうとしました。あの夜のことを、でも、言葉にしようとするたびに、喉の奥で何かが引っかかる感覚がありました。言ってはいけない。そう、体が警告しているようでした。それでも、友人の顔を見るたびに、思い出してしまうのです。あの瞳を、縦に細く裂けた。あの瞳を、友人は今も元気です。普通に笑って、普通に話して、普通に生きています。何も知らないまま、あの夜に自分の体の中で何が起きたか、知らないまま、それが、救いなのか、それとも、呪いなのか、私には、まだわかりません。一つだけ、確かなことがあります。あの夜以来、私は夜中に目が覚めることがあります。理由はわかりません。ただ、目が覚めて、暗い天井を見つめて、耳を澄ませてしまうのです。何かが聞こえないか、と、あの声が、また聞こえてこないか、と、ブラジル、サンパウロ、あの街には、まだ何かがいます。私はそう確信しています。友人の部屋に宿ったあの何かは、私に言いました。お前は、ここにいてはいけない。それは警告だったのか、それとも、宣告だったのか。次回、最後の話をします。あの夜の本当の意味と、私がその後に知ってしまったことを、エピローグで、すべてを、語ります。あの夜のことを、今でも思い出すことがあります。ふとした瞬間に、
眠れない夜に、誰かと話しているとき、その人の声が、一瞬だけ違って聞こえる瞬間に、私はまだ、あの声を忘れられないでいます。友人の口から出てきた、あの低い声、人間の声とは思えない、底のない暗闇から響いてくるような、あの声を、お前は、ここにいてはいけない。あれは何だったのか、友人に宿ったあの何かは、なぜ私を追い払おうとしたのか、それとも、守ろうとしていたのか、2026年の今も、私にはわかりません。一つだけ確かなことがあります。友人は今も、あの夜のことを覚えていない。一切、何も、まるで、その時間だけが、彼の記憶から切り取られたように、そして私だけが、あの瞬間を、ずっと抱えて生きています。ブラジルは遠い国です。でも、あの部屋の空気は、今も私の中に残っています。まだ、終わっていない気がしています。